りが遠くなってもあの日が遠くなっても忘れられない消えたりもしない抱きついて泣いて笑ったぬくもりがあるから抱きしめ合って魔法も私の勇気の場所何度だって生まれ変わる夢に投げ時代が私を試すけど一人じゃない私は間違わないように後悔しないようにまっすぐ生きていたいけど歩き出す勇気も立ち止まる勇気も未来への条件きっとなんじゃとて。はーい、これでパイロット以外の方はシャワーを許可しますが、パイロットはもう一周。なぜなんだ。先生ひどいよ。ダメだ。こんなこと何日やらせれば気が済むんですよ。宇宙船の被爆対策と体内の老廃物を吐き出すためです。いや、お疲れ様。まったくもうまだ走れるぞ。ロルッカさん、まだ足震えていますよ。いじめではありませんよ。ヴィーナスグローブに入国するために。グラミニア先生。はい。よくも今日まで騙してくれたものだ。シャワーだシャワー。全員惑星の遺伝形質はないようです。やっぱり兄弟。自分はマシンの調整がありますから、またよろしくね。いつでも。どっちでもいいじゃないか。よくない。おじさまそっち。こっち。転送守ってあと一周。転送守ってあと一周。あの女がここの医者だったなんて裏切り者だよな。ブラミニア先生が好きなんだ。違うって。クレッセントシップでトアサンガに来たってんだから、ヘルメス財団のスパイだったんだろ。スパイとは違うでしょ。ね、アイーダさん。医学的な関心のある調査員というところですね。でもさ、走る意味ってあるのかよ。ヴィーナスグローブは清潔第一。クンタラを扱う以上に厳しいんだよ。クンタラなんて大昔の話じゃないですか。よく持ちますね。さすが元海賊だ。海賊？なんだよそれ。レル、スカッシュです。はい。船外活動に出ます。了解、どうぞ。外のドア開きます。何？どっちだ？ボンベはこっち。あーし、これは後ろだって言ったでしょ。オリバー、手伝います。すんません。これ探してたんです。笑われました。はい、笑われました。ミラジさん持ってきました。
ここにはボンベは1本だけ流してくれ。レクテンで受け止めて。すまない。修理用のシートです。なあ、後ろのボンベは？後ろですね。了解です、ロルッカさん。アイーダさん。はい。ノレドとラライアさんにベルってああなんですか？ラライアさんは記憶を取り戻してからはベルとは気が合うようです。外れないんですか？ええ。これダメです。温めてやらないと。そうなの？チカチカするのって何です？宇宙船プラズマ粒子がこの船のビームシールドにぶつかって光っているんです。オーロラの元みたいなもの。マスク隊員、どの星がルイのいる星なのかわからないんだよ。G セルフは後ろで葉っぱがバラしている。レクテンの定期点検は今日からやらせますよ。ハッパさん、ご面倒かけてるんですか？整備できるようになったから問題はない。うわぁ、この緩み治っている。レイハントンコードは元の制限コードに戻しておいたよ。脱出ポットとしては使えますよね。コード制限があるってことは G セルフってあくまでも貴様たちを救いたいっていうシステムなんだよな。救いたいって。いいご両親に感謝するんだな。あの両親の意志がこういうところに働いていたんだ。アイーダさんは姉さんで、僕は弟かよ。こちらクレステントシップ艦長エルカインドです。地球からの方々にお知らせいたします。目的地のヴィーナスグローブが直接目で見えるようになりました。まん丸だぜ。あれがヴィーナスグローブ。あれがトアサンガで創出したヘルメス財団が建設したヴィーナスグローブの全体の姿です。金星の磁気嵐がひどいが、なんだよちっから。クレッセントシップのコースはオーシャンリングへの侵入コースに入りつつあります。本当はこのジロットのアンチミノフスキーっていうのを試してみたいですね、キア隊長。クレッセントシップをいただきに行くのだ。G セルフがこの船に飛び込んできた時に放出されたエネルギーが船の内側に封じ込められて、それによってエンジンは活性化してスタートしました。システムが刺激されたことによって能率が 10% 以上上がったのです。それってこの船の形がそうだからそうなったんですか？もちろんです。船体全体がフォトンリアクションしたのです。 G セルフをデータから建造してドレッド軍の審査に合格した時点でそんなことは考えませんでしたな。レイハントンコードを仕込むことしか考えていませんでした。そうなんだ。メガファウナなんかヘルメスのバラの設計図のままに組み立てたみたいなものだから、本当の働きを知っている技術者なんていないよな。よくもまあ、それで宇宙に上がってきましたね。宇宙世紀を支えた技術の歴史は歴史であったんですよ。滅びの技術ですけど。宇宙に取り残されて絶望した人々がいたからこそトワサンガも建設され、あれも建造されたのです。あのヴィーナスグローブがフォトンバッテリーの生産工場なのですね。工場はオーシャンリングにあります。あの空域は大型バッテリーだけの球体にします。どのくらいの球体なのです？月ぐらいの大きさでしょうな。お月様？そんな莫大なエネルギー何に使うんです？人類を永遠に生き延びさせるためにです。地球では
科学技術であるアグテックは改良してはならないというタブーを押し付けておいて勝手ですね。その上でエネルギーの配給をキャピタルタワーに独占させて他の大陸でアメリア人の感覚だけで喋るな。人の自由を侵害されています。違いますよ姉さん。人は自然界のリズムに従うものです。そのように教わってお育ちになったのですな。教えられたって自分で感じたことではないってことだよ。教わる、入力、教わる。刷り込まれたということ。トリプレットはラボに帰っていいぞ。我々はクレッセントシップで帰る。ギア隊長のトワサンガからもらった情報って間違いないんですかね。それを確かめに行くんだろ。地球圏のやつらの言うことなんか信用できないからね。クレッセントシップの大きさを数字で知っていても実際に見ている感覚とは違うものだ。その違いを実感するのだ。話が分かったら両手を上げろ。遠いところから左右を分からせる色分け。確かにここからあそこまで1キロぐらいあるなんて見えない。数字だけの理解は数字だけだもの。あそこでも点検修理やってる。あそこまで1キロあるなんてことないよね。ありますね。暗くなってる。握ればいいんです。そうか。何がおかしいんです？みんな聞こえてますよ。オンマイク切っちゃいけません。命取りになります。分かってます。私の父は間違ったことを教えたんですか？軍人さんとしては立派な方ですよ。僕の運行長官の母は武骨者ですけど責任感の強い立派な母です。着いたわ。ファイヤー飛べオーシャンリングはどこにあるのかしら。エル艦長。アイダ・レイハントンさん。オーシャンリングというのは？知っていれば見えるのですがヴィーナスグローブのすぐ上にあります。はい。海のあるスペースコロニーということですよね。我々が海のようなものを作ってまでここに暮らしてきたのも地球が決定的に貴重な星なのだという証拠でもあるのです。その地球ではキャピタルタワーを取り合うと言って宇宙艦隊が睨み合っているんです。経済的に豊かになってきたからでしょう。そんな大人の理由はいいんです。僕はそういう戦いをやめさせるためには姉さんのような人にはヘルメス財団の偉い人に会わせたいしヴィーナスグローブとかオーシャンリングといったものを見てもらって宇宙にある海の夢といったものを見つけ出してほしいんです。ヘルリ。現在のヴィーナスグローブを統一しているラグーという方は大変高潔な方です。なんか良かったわね。アイーダさんを姉さんとして受け入れている強い子だよね。耐久力がある。ジット団が出迎えに出てますって。その画像か。ジット団なんて知りませんよ。何なんです？これが？自分の知らないモビルスーツです。あれがヴィーナスグローブからの出迎えですか？伝説のモビルスーツのように見えるな。来た！これって G 系のものじゃありません？あのポーズ出迎えですか？穏やかじゃないな。動きます。エルカインド艦長を確認した。クレッセントシップを引き渡してもらう。ベルリはどこにいます？ここにいる地球人はメガファウナに移動していただく。このブリッジは正規のクルーだけにする。そこの地球人たちもそこからならメガファウナへひと飛びだろう。
王子。あなたたちは何なんですよ。ベル。少年。はあ。ダメでしょ。なんだ。悪人ノルド。ジット団というのは何なんだ。ラグーの承認を得て出迎えに来たのではないな。艦長、キアムベッキと名乗っています。入れてやれ、顔が見たい。副長のへへ、ちょっと地球人をここに置けばどのように利用されるかわからんでしょ。キアムベッキ、ジットラボラトリーの技術保全局長。メガファウナが勝手な行動を取ったら。了解しています。可愛くない女だ。お前たちはメガファウナへ帰るんだろ。子供かい。船に着いたら中に入るんだぞ。ベルリとノルドが流れてる。受け止めて。みんなバーニアを使え。格納庫へ。バーニア操作。敵は6機です。あの大きいのは 2,3 機分よ。エアロックは順番だぞ。あれ照明はつけなくていい。どうして。接触回線で聞こえるな。赤い照明にしたら奴らに警戒されるだろう。命令通り今は迂闊に動いちゃならない。外に出なければいいんでしょ。そのはずだ。開いてて何を見てるんだ。何してるんですあなたたち。パッパさん G セルフを盗み出すつもりだ。誰が。戻ってきた。フラミニア先生、何をしているんです。パネルもスタイルもユニバーサルスタンダードなのに、なんで私に動かせないんだ。この機体は両親からの遺産です。僕と姉とラライアだけのものなんですよ。宇宙で使う道具は誰にでも使えるものでなくてはなりません。 G セルフだけは違うんです。それはタブー破りです。ケルベス注意。何。ベルリどうした。フラミニア先生がどうしたって。フラミニア先生がベルリを捨てた。ダメです。そんな。カンタ、貴様らも抵抗をするな。ベルがどうしたって。ベル死んじゃったの。私たちは外に出てません。そちらの命令には従っています。分かっちゃいるけど戦争好きな地球人だ。一歩でも外に出たら宇宙の塵になってもらうしかない。戦争好きならジロットの威力は想像がつくだろ。まるで砲台のレーザーキャノンみたい。これって戦艦をぶち抜くんじゃねえの。フォトンバッテリーを作っている人たちって平和的な人間だって信じてたけど。ベルリって死んじゃってるんじゃないの。フラミニア先生。死んではいません。働きすぎのベルリ君には休んでもらってもいいでしょう。ヤン、あなたの気持ちは分かりました。あとはすみません。真っ先にこの船を制圧しようと思ったのに。一晩で目覚めるでしょう。全量が注射をされたわけじゃありませんし。本当ですね。しかしなんでこんなに固まっているんです。監視カメラですか。危険分子はここに集められた。メガファウナのクルーに教えておく。我々はトアサンガのハザム政権からキコーラの処分を頼まれたということもあって出迎えたのである。それは承知しておいてもらいたい。ちょっと待ちなさい。ラグー総裁はご承知のことなのか。艦長、ロザリオ10とラグーには関係がない。これはジットラボラトリーが直接請け負った仕事である。バチ当たりめ、バチ当たり。フラミ、急がせてな。はい。ここならできますよね。ヤン。はい。
食事は大丈夫ね。ああ。気持ちは悪くないの？ちょっとだるかったかなと。ジット団ってさ、お邪魔様。んや、ジット団なんか緊張してるみたい。そうなの？館長さん、このままだとメガファウナに乗り込んできますよ。分かってる。このマップ本当に信用できるのですか？これを見たフラミニアが青くなったことがあるから信用できるんですよ。この円盤が直径 100km で水深 150m の海があるんですって。そのデスクの天井が 3000m ってんだろ。この海に面してジット団のラボがあるんですか？昔からの技術を伝える組織なのですから、マシンのテストのためにはそりゃ海だって必要でしょう。一機ではないだと。ヴィーナスグローブのバッテリーが影になっていますが、間違いなく変態です。モビルスーツの変態を出せるのはロザリオ・テンポリスだけだ。我々の考え方がリギルド・センチュリーの正義だということをロザリオ10の連中はどうしてもわからないと見えるな。ロザリオ10にラグーっていう偉い人がいるんなら、そこにまっすぐ行けばいいんでしょ？ジット団はその手前の自分たちのラボにクレッセントシップを向かわせているんです。ということは、ここを飛び出してそのラボへ向かえばビーム攻撃を受けないで済むな。ならジットラボに向かいましょうよ。研究施設というなら抵抗はないってことですね。そこの人たち、トワさんが以上に外から敵が来るなんて考えていませんよ。さすがトワさんが人。姫様、お前らも何を考えてんだ？ジット団は僕たちを軍たらにするって言ってるんです。動き出しましたよ。キャプテン G セルフ、まだ動かせません。構わん。最悪テンポリスのポリジェットにぶっつけて爆発させる。その時にクレッセントシップのエンジンとの共振反応をチェックする。そうすればクレッセントシップの高性能化の秘密もわかるってものですよね。そうだ。その秘密がわかれば我らの船フルムーンにも応用できる。となればテンポリスの抵抗は排除しましょう。まあそういうことだ。姉さんはまっすぐにロザリオ10に突っ込んでくださいね。はい、ラグー総裁という人物にかけます。注射を打たれたところの空気漏れは大丈夫ですね。アネッテさんに修理してもらいました。よかった。姉さんが心配してくれるなんて。大事な戦力ですからね。何イチャついてんだ？無視する。ベルリがアルケインでアイーダさんがグリモアでいいんですよね。はい、アルケインの性能は出してくれていますから。そうですよね。よかったな、お姉ちゃんに認められて。ラライヤさん、リンゴ少尉集合。なんです？ケルベス注意。あ、やるんですね。キャピタルガードの伝統の。おーくらい。ジットラボ経由でラグーという偉い人に会いに行くぞ。ファイト覚悟がついたんだね。そう思うよ。そのゴムすごいね。すごいよ。ここでも使えるんだから。X ノーはいけるな。ホラーは完璧だ。ノレドは安全な場所に隠れているんだ。いいな。うん、私は隠れる。ベッド着用。どうしたのノレド？具合悪いのか？またモビルスーツ戦をやるんだろ。こんなところでやるつもりはないよ。ファスナーをして。宇宙で暮らすとね、やることがいっぱいあるんだよ。我らジット団はただいま接近しているテンポリスを叩くために出撃するが、クレッセントシップはまっすぐジットラボの鉄骨桟橋へ向かえ。艦長にかぶせてある爆弾とその席はこのカメラで監視している。うかつに動いたら人間爆弾になってこのブリッジごと吹き飛ぶ。分かっている。副艦長殿もだ。よろしいな。了解です。 !「
G セルフを動かすって言ってるのどうなってるんだ。やっていますからヤン、急いでください。これで済むはずです。クレッセントシップの進路がロザリオ店に向いていないのはなぜか。クレッセントシップは技術的問題が発生している。ロザリオ店の港で爆発事故でも起こしたらどうする。降臨祭を済ませずに帰国した件の尋問もある。そうだ、バッテリーとオーシャンリングにビームを向けることは絶対に禁止だ。テンポリスが武器を使っただと。キャプテン、メインエンジンクリティカルポイント。ちょい待ち、コース特定。よし、ステア。イエスサー。課長、分かっている。こらえなさい。ナラヤさん、地球人が来た。フラミニア先生はどいてください。何動いた。中の人は出てくださいって。やったベル。よし、移動する。メインナゾーファイア。メガファウナの目標はジットラブだ。ベルリは何してんの？すみません。ナレド、手伝って。何？ベルリの仕事の後始末。人を突き飛ばしたはずなのよ。そうか。レッセルさん、モニターの拡大ってどうやるの？どうした？申し訳ありません。G セルフを奪い取られたというのか。回収作業に入っています。緊張してまして、2人に気づいていなくて、もう大丈夫です。ありがとう。よかった。じゃあフラミニア先生とヤーンさんはよろしく。はい、実は余分なことは喋らない。先生。よし、貴様はクレッセントシップに合流してラボへ戻れ。はい。検戦。我らがジットダウンはレコンギスタを目的に決起した。以後邪魔をする者はテンポリスといえども容赦はしない。この無線オーシャンリングのロザリオ店にも聞こえているな。ここはジャスティマに任せてもらう。邪魔するな。G セルフのコックピットの前に出て。あんなに遠いの？地球人の船は我らのふるさとの海に向かうというのに、テンポリスはそういう連中に手を貸すのか。ボビジット、こんなに素早かったか。クン、G セルフが地球人の手に渡ったようだ。フラミニア先生だってついていたんでしょ。取り戻します。やるしかないでしょう。何遊んでいるんです。レイハントンコード確定。知らない人にいじらせちゃってごめんなさい。誰に謝ってるんです？トワサンガのモビルスーツを逃がした。メガファウナへ合流します。頼む。僕はロザリオ店の警察に接触をする。G セルフ、テンポリスを援護します。了解だ。現在コンタクトを取りつつある。おいオーシャンレイン、
どうなんだ。こちらを認識してくれています。アダム、ネオドゥがアルケインを連れ戻す。下におります。私も。ラライア、体は大丈夫かい？はい、ジット団は破壊が目的じゃなかったから。なんで泣いているんだ。泣いちゃいません。だったらさっさとビッグアームを持ってこい。はい。あれ？そうか、ヴィーナスグローブの中ではビーム戦はやらないんだ。やれないんだ。タブーってことか。アイーダ、アルケインへ移動します。了解します。オリバーはグリモアへ移動だ。レクテンは何か。クレッセントシップはオーシャンリングへ直進するという以外応答がないのです。応答がない？はい。オリバー、ありがとう。姫様も無茶しないでください。水、空気の玉はありますか？ありがとう。これも。何です？コンペイとノレドが甘いものいりますよって。してや、もっと北角。あ、イエスメルン。ルアン、間違ってもバッテリーには傷つけないで。姫様も傷つけさせません。海の魚を食わせる？魚？魚を食べられるって？何？まっすぐにジットラボに入ってジット団の親分？海の魚を食わせてやると。条件は何だ？まあ地球人の建造した船を見せてもらえれば。直嵐だ。何でしょう？少なくともロザリオ10に入れさせたくないのでしょう。メガファウナの戦力が欲しくなったのですよ。ジットラボには援軍を出すように言いましたから、地球人は叩けます。だからテンポリスを出してくれ。ロザリオ10が問題なのだ。このヴィーナスグローブを抜けたらまたテンポリスが仕掛けてくれ。全員覚悟して戦ってくれ。はっ自分はオーシャンリングのロザリオ10で1000年の夢を貪っている連中には現実というものを戦い取るものだということを教えてやる。地球人には地球の寄生虫なのだから殺菌するだけだ。オーシャンリングでのロザリオ10の場所は見当がつくようになりました。けどテンポリスはこの空域では姿は見せません。もうじきだ。ヴィーナスグローブを抜け出ます。ジット団の技術は絶えず革新だってこと。ジット団のサーベル使い？対モビルスーツでもあるのがジロットなんだよ。まだヴィーナスグローブのそばだぞ。地球人よ、ジットラボに入ってくれればジャイオーンのフル装備を見せる必要もなくなるがどうだ。あなたたちは何機破壊したんです？オーシャンリングのお仲間を。何？あなたはあの機体、フラミニアとヤーンの言う通りだ。何としてでも捕らえてジットラボで調べなければならん。キア隊長、被弾したんですか？しっかり。分かってる。手強い。それはさせません。何あのバリアの強さ。こちらがビームを発射できないからといって逃げろ姉さん。入港用意。低圧運転に入ります。寝てたのね。私ジットラボへの進路でな。はい。本当に自分が情けなくって。全てのことが分かっている人なんていないんですから。あら
私もう艦長。良い結果を想像しましょう。どうしたんです？喋っていいのかどうかも。はシールド持つのかな。白兵戦ってか。地球人が建造したものにジャイオーンがやられるわけがない。シーデスクのフレームの中に逃げ込んでもだな。これじゃやられないかもしれないけど、この上に海があるって言うんだろうに。地球人にビーム兵器を使わせたら見境のないやつ。後ろにヴィーナスグローブがあるっていうのに。オリバー、弾幕を張れって。リンゴさん、バッテリーには撃たない。だからってテンポリス、シーデスクの下へ逃げ込んでください。180度ターン、コース固定、よー海の下だって言ってんだぞ。メインラーソン左へ寄せて右翼。イエスサー。おーしギゼラ、わかった。この天井の上が海だというのですか？ギゼラ、方位はわかるか？はい、ロルカさん。その地図。前方ビームファイト。こんな人たちのおかげで姉さんの邪魔などさせるか。ここが海の底。交代。海の底に傷つけた。ダメだ、これはダメだ。これはやっちゃならんことだ。この隙にやっつけられるなら。流れてるんじゃない。追いつけない。これって僕は月を飛び越してきたんだぞ。なんだよこれ。渡り鳥までがいる。これ立体映像じゃないよね。本物？本物の海だよ。重力もある。あの敵。あ、海の底に穴を開けたか。俺は地球人のおかげでとんでもないことをしちまった。そこ狙われていた。キヨだ。チッカラと君はどこにいる。もうなんで水漏れが起きるんだ。メガファウナは僕の位置を分かってくださいよ姉さん。ベルリン、どうだ。ジット弾に追われているんです。さすがにあのデカブツは入ってこなかったか。ジット弾のロールパンは言ってくれましたね。海だなんだというのがよくわからん。食べられないロールパンは嫌いだ。嫌だよね。ベルリはここに入り込んだらしい。今のロールパンはこっちに上がった。その先がロザリオ店でしょ。ならこのまま直進すればいい。では移動だ。どこに行くんだよ。上に上がるんだろう。シーデスクにまで。キア隊長、考え抜いた末の脅しだったんでしょうけど。南京錠ってやつでしょこれ。触らないで。見たことあるんですよこれ。そうですか。パーティーで見ません？あ、水中花だ。水の中のお花グッズ。それに色塗ってほら。やめてください。
ここで開くとこうなるんだ。ジット団はこんなものを仕掛けて脅かしていた。電波はこのカメラから出てましたね。監視カメラか。エル艦長、クレッセントシップはこれ以後テンポリスの監視下に置かれます。お頼みいたします。海が壊れたって警報が出てますけど、どういうことなんでしょう。海が壊れた。後部機銃だ。対空戦闘用意だ。ラボの反応はないからって油断はするなよ。ジット団の男がジットラボに入れって命令していたってことは、向こうからの攻撃はないってことでしょ？えそうかも。そうですよね。この桟橋だって砲塔みたいなのないし。海の底が抜けたってかなり騒いでいます。ということは上の方は手薄ってことで、あれポリス？校舎のメンテナンス部門に緊急出動命令だ。メガファウナはロザリオ店へ入港するように。了解しました。ジェットラボの要請に従ってここに寄っただけですから。ケルベス中尉にリンゴ少尉、何をやっているんです？ダライアの股に手を突っ込んで何をしようって言うんだ。こんなものが引っかかってるから外してんだろ。なんだって？ベルを助けるには中に入らなくっちゃならないでしょ。ロープを緩めてくださいよ。やりようってのがあるだろう。本当にティア隊長がジャイオーンで操縦するんだな。本気ではまだ最終組み立ては終わっていないんですよ。よし、下からも機体をチェックするんだよ。キア隊長が本気でベネスを使う気になったというのはよほどのことよね。ってことはさ、C デスクで実践ができるのよ。あたしあれなんで雨なんです。海の底から来ればこうなる。ローゼンタールは敵を破壊せずに捕らえるんだ。隊長、貴様たちは海水を止めに行け。オートマチックで塞がるんでしょ。それでは止められない穴になっているんだ。クンスンはどこにいるんだ。ラボの北ゲートから入ったところだ。ならすぐ会場に出られるな。ローゼンタールは私が根気でを動かすまでの時間を稼げ。出力を抑えて使ってみせればこの会場で敵を倒せるはずだ。クレッセントシップの頼み事だというのですか。そうでなければこんなにズカズカと他人の家の中に入り込むようなことはいたしません。ジットラボラトリーに反乱分子がいるというのですよ。本当のことなんですか。そういうことを調べるのがポリス、警察の仕事じゃないんですか。その宇宙服には中身が入っているのか。クレッセントシップでは大変だったんですからね。ポリス頑張れ。でははい、我々はジットラボの中には入れませんから。あんなものが地球から来たのか。何の音だ。お母さん。メガファウナがジットラボの桟橋に取り付いたらしいってことは、お母さん、エリザベート。いつまでも民間人を盾にしちゃいけない。キア隊長、この C デスクの中でコンキュデベルスを使うのは。ジロットのバッテリーを貸せ。なぜです？オーブンを急速チャージさせるのだ。このスペースコロニー内でオーブンを使うのは。パイロットだけを蒸し焼きにしてみせる。何この高速。止
めてやる。ローゼンタール、ここで爆発はさせてはならん。ドリル渦巻きは伊達じゃないわよ。しまった、バックパックが大きいから。どうやって捕まえます隊長？ローゼンタール、真下だろ。僕は本物の海で戦ってきた。こんなものは爆発させないで動かなくしてやる。1対1じゃ無理よ。隊長は爆発をさせるなって言うんだから、2人で一緒に捕まえましょうよ。2機が相手で上からだって。ご苦労。地球人のモビルスーツがラボに入ったというのなら、フルムーンシップのことが心配なのだ。あれはもう動かせるのですが。ローゼンタール、チェッカラ。はあ？はあ？本物の景色なんですかこれ。海らしいって言われれば海だけれど。どこに行くつもりなんです？今ラボの中を見たでしょ。偵察するチャンスだってこと。会場にいるんですかベルリは？受信。包囲は磁気嵐が。右にもジットラボの発着場があるようです。敵機が来た。四角いおもちゃが。地球人。ズドッキーの伝統、そこは頑丈で、このマニピュレーターでチビのあんたなんか。ラライア。私のマニピュレーターが。リンゴさん、いつもラライアの守護神であります。ローゼンタール、フルムーンシップに運び込んだモビルスーツは使うぞ。地球人がジットラボに入り込んでますけど。やらせておけ。本気での熱戦をパイロットにだけ集中してみせる。研究所って言うけど、まるで工場じゃない？なんだよこのハラビーは。動くな。なんだなんだ。マニー、ロルド、どこだ。交互武器にするな。何を組み立てているんだマニーさん。新型みたいです。何か見つけたんですか？はい、リンゴはその山の下の奥をチェックでしょう。地球から来たって本当なのかよお前たち。ケルベス注意、これすごいですよ。何がすごいの？操縦がユニバーサルスタンダードなんですよ、このモビルスーツ。ジールシファーだろ。地球人には焼け焦げになってもらう。魚じゃあるまいし、誰がオーブンに焼かれるか。地球人。やられない。牽制。ミサイルはダメだ。なんで？海の底が抜けているのがわからんのか。渦の勢いが速くなってる。天井ということは海面からの高度 3000m ってとこ。テンポリスの天井を背にしていればジット弾は撃ってこないけど。海水の補充は始まっているんです、隊長。無理だ。これではメディスペシーは全滅する。キア隊長、何をなさろうというのです？コンキュデベヌスの容量があれば
穴を塞げる。やめてください。意外と早い。あの機体で海の底を塞ごうっていうの？それはダメです。隊長、ジャイオンだけでも上がってください。これに捕まって。ここに住む何十万人も死なすわけにはいかんのだ。そのボールは邪魔なんだよ。穴は塞がるぞ。本気でベネスは穴に向かっている。キア隊長、隊長。機体は止まった。穴は塞いでいる。ジャイオンだけでも脱出してください。地球人ダメでしょ。敵に助けられた。私はうかつだ。隊長、自分もお手伝いいたします。隊長、なんで脱出しないのです？貴様たちはレコンギスタをしろ。地球では俺の分も楽しめ。フルムーンシップの準備は完了しているんだ。クレッセントと動いてください。隊長と一緒にレコンギスタできなければ意味ないじゃありませんか。宇宙兵器は水圧に弱い。さっさと浮上しろ。あ、水が。外か。脱出できる。隊長、一緒に行くんじゃないんですか。用意してくださったフルムーンシップはもういつでも出航できるんですよ。海の中まで追えるわけないでしょ。海の勢いも弱くなっています。メガファウナに合流します。あれだけ大きいものが沈めば穴は塞がるだろうけど、宇宙にこんなものがあるのっておかしくありません？ご苦労様。体は大丈夫ですか？海に助けられましたけど。お、ジット団の新手か。お疲れ。できたわ私。やったー、マスク。はあ？マニーさん。ケルベス中尉、リンゴ少尉、ラライアの協力を得て捕獲マシン1号のジールシュパーです。ジットラボから持ち出した。総員聞け。各員ロザリオ店の港へ集結だ。こっちだ。通路あります。ガライアさん。ユニバーサル企画だからってマニーよくやるよ。マスク隊からマックナイフの整備のついでに操縦はできるようにって。あのマスクに教わったの？まさか。これか。こういうフィギュアや柱は空気や水の玉のタンクになってるんですって。ひゃー、なーに？ショッピングモールに住宅街？こんなのがオーシャンリングにダーってあるのか？出口か？こちらの桟橋から出ていただきます。エル艦長にご挨拶です。あ、はい。前期収容後ロザリオ店の港へ入るぞ。エル艦長、ありがとうございました。皆さんもご無事で。クラミニアさんとかヤンさんはリビングエリアなんですか？行方不明です。パイロットも一緒だったので逃げたのでしょうね。え？逃げたってどういうことなんです？ベルリ、事情はロザリオ邸に入ってから伺いましょう。そうしましょう。それまで。はい。
メスのバラの設計図のバラってここにあったんだ。まさか9世紀時代のままの意味じゃ。姉さんどうしたの？目の前上。バラのレリーフですよねこれ。大事ないか。いつものことで。私から皆様へ耐熱コーティング剤をプレゼントさせていただきます。それってヘル艦長から聞いてます。大気圏突入を可能にするとか。失礼いたしました。皆様方にご紹介申し上げます。ヴィーナスグローブをまとめていらっしゃるラグー総裁です。お仕事の手の空いた方々からお食事の会場へどうぞ。私からの感謝と謝罪を込めてのご招待です。僕らに謝るんですか？そうでしょ。クレッセントシップは降臨祭も終わらせずに帰ってきました。そしてジット団の事件で海の底に穴も開けた。これら全ては私の管理不行き届きが原因なのです。ですからいや、オーシャンリングの6つの海がつながるような時代になればここの人々の心も変わると思いますね。そうなのです。人々もムタチオンすると知れば絶望する人々も出てまいります。ムタチオン？突然変異ですか？ムタチオン？人がですか？総裁はおいくつなのですか？まだ200歳にはなっていません。総裁様、戦争になります。戦争になります、総裁様。戦争？ここではそういうことは起こしません。でもジット団はクレセントシップの新型のフルムーンシップに新型のモビルスーツを積み込んでいるんです。それをポリスが止めようとすると鉄砲で撃つんですって。地球圏へ向かうつもりになりましたか？謝罪したことがまだ続いているようで残念です。はい、総裁。皆様を乗り物へ。こちらへどうぞ。港湾管制センターですよ。承知しております。メガファウナに塗る耐熱コーティングは宇宙でもできるんですよね。事態が切迫しましたからそうなさってください。貴様たち、モビルスーツだって重機なんだからもっと働かせろって言ってるだろう。立っている馬が古い時代の悪徳を蹴散らしているという教えのモニュメントですね。いっぱいあるわ。本当。記憶されるべきものは全て人類の財産というものなのですね。オーシャンリングには C デスクが6つありますよね。いや、まだ2つの海は半分の海水の洋上に時間がかかります。海水の洋上って？地球から運んだものを増やしているのです。ヴィーナスグローブが球体になれば完成形ですか？そうなのですが、地球の資源がなくなる前にバッテリーで球体にしたいのですが。でもこんなにエネルギーを貯めてどうするんです？地球そのものを若い太陽のあるところへ引っ越しさせるとか。資源がなくなった地球をまだ使うって変ですよ。地球が冷え切るまでにはまだまだ時間があります。生物だってエネルギーの元だし。私だって地面の上で死ねば肥料になるし。はあ？そんなもんでしょ。しかしヴィーナスグローブのエネルギーって1万年も2万年も貯められるんですか？巨大フォトンバッテリーをフラーレン構造体にすることで貯められますよ。
これがラストアンサーということなのでしょうか。ジット団がオーシャンリングを守ったのも未来を信じたからですよね。そうですよね、総裁。そうでなければキア・ムベッキは命を捧げなかったでしょう。よーし、そういう時のために。レドファウナがクレセントシップと合流しました。あら、本当なんですね。そりゃ総員、緊急帰還命令が出た。無線では説明ができないが、全員メガファウナに戻れ。総裁。アイーダさんにはもう少しお話があります。はい。行きます。姉さんの仕事でしょ。ごきげんよう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 。軍スー、マズラスターの調子はどうなの？水漏れは止まりました。チェからは出られるのかい？出られるから。99、100。テンポリスの数が増えているんだって。こちらフルムーンシップの艦長であります。ロザリオ店の警察の妨害が厳しくなる前に出港することにします。各員には本艦が鉄骨桟橋から離れきるまでに作業を済ませていただく。パートレイをエアロックに戻せ。撤収なんだってよ。強行突破するんですか？あのな、クンスン。テンポリスの連中にだってキア隊長の考え方に賛成してくれてるのはいる。フルムーンシップはキアムベッキ隊長の遺言を受けてレコンギスタ下の道を開くものである。出港は許可されていない。やれ。これがキア隊長の回答なんだ。キア隊長、ついに私たちのレコンギスタの船出です。軍のエスコートを。了解。キア隊長の遺言を実行しているんだ。邪魔をしないでくれ。メガコンキュデベヌスのメガ艦長、キア隊長が泣いています。コンキュデベヌスの目か。はい。コンキュデのクルーは2名ほど助かったようですけど、隊長の名前はありません。キア・ムベッキ。ロザリオ店とテンポリスは身をもって海の底を塞いだキア隊長の意志を弔ってやってくれ。我らは隊長の死を悼んで本艦の満艦色をもって手向けとする。フルライトだ、満艦色。キア隊長、これが長年夢に描いてきた光景ですよね。こうなるとジーラッハやダーマが盗まれたって話が面白くないんだよ。そんなの私の責任じゃないですよ。どいてノレドが避けるの。エンジンを切ってこちらで着艦させる。ゲルベスさん、そっちは大丈夫ですか？おお、リンゴも手伝え。よっしゃー。死ぬかと思った。なんでノレドさんが？やらせろって聞かないのよ。マニーにできることなら私にできないわけがないでしょ。民間業者のビーグルと衝突していたらここの刑務所行きだったんだぞ。あと2つヴィーナスグローブを建造するのですか？地球そのものを動かす場合にはそれくらいのものが必要になりましょう。はい。しかし私はこんな技術は地球人には知らせてはならないと考えました。どうしてなのでしょう。ジット団のような存在を知れば人類というものはそう簡単に変われるものではないとわかります。はい。
20年近く前にピアニカルータ事件というのがありましてね。ピアニキャピタルテリトリーではクンパルシータです。彼がここで人が劣化していく姿を見て、地球上で人間に弱肉強食の戦いをさせて種の強化が必要だと宣言をしたのです。宣言ですか。4つ目の海が潮で満ちるようになれば人々の心も緩んでくるのでしょう。クンパ大佐一人の意見などで。ボディースーツはご存じないでしょ。はい。その実態を知れば人類に絶望もしますよ。ご覧になる勇気は終わりかな。私は見えっ張りで強がっているだけの女かもしれないといつも恐れています。ならあなたはお強い方です。クレッセントシップをお貸しするのはジット団が地球圏の紛争に加わるのをやめさせたいからです。争い事はさせたくなかった。はい。ああ、人々の心を統率できなかった私の愚痴です。ガバナンスの問題ですか？大丈夫ですか？いつものことです。ご苦労様です。高いところで失礼します。お見送りありがとうございます、総裁。ではご送見で。ごきげんよう。どうぞ。はい。もう一回？隙間のあるところは二重にしておくってこと？そうすると下敷きのフィルムが隙間を塞いでくれるんだ。それで耐熱コーティング完成なんだ。生真面目なんだマニーさんは。私は人類の女性として健康。わかりました。驚いた。つまりトリニティは実用機ということなんですね。このダハックも試作機ではない。目を光らせます？あ、いや結構です。ダハックのカバーがダーマですか？カバーだなんて失礼な。あれだってモビルスーツみたいなものです。ね、ありがとうございました。いや、耐熱マシンなんです、ダーマは。ほら。大したものです。ありがとう。いや、どうだろう。これらのものをアメリア軍に提供すればレジスタンスになるぞ。そんなマニュアルに書かれていることなんて技術屋の理屈なんだからこのままできるわけないですよ。けどな、パーフェクトバックパックっていうのそれが信用できないんですよ。やつは最前線、こちらは後方だものな。そんなに刻まなくったっていいんですよ。今は泣きたいんです。え？ノベル、怪獣。聞くな、聞きたくないだろ、聞くな。いいえ、怪獣系。昨日からコンマ5キログラム増。おしっこおしっこ。なんですか。ライアさんたら痛いな。道理で眠いわけだ。バックパックの量が多すぎて。いった。なんだ、
何を見てんのか？まさか無遊病？姉さん。触れるくらいのお星様のおかげで人類はラグー総裁はムタチオンを人が宇宙に同化していくための手段だともおっしゃっていた。でも今はまだ私には変わるのは辛いかもしれない。寝ぼけていたんじゃなくて安心しました。もうすぐ地球圏です。そうなったらこんなお散歩はもうできなくなってしまうでしょう。フルムーンシップに追いついたと見ていいでしょう。ジット団は静止衛星軌道をパスしたところです。そんなに低く？どこかの艦隊と接触するつもりなのでしょう。私フルムーンシップが動くなんて思っていませんでした。そうなんですか。我々は教会だと思っておりました。メガファウナはそろそろ第二戦闘配置になさった方がよろしいでしょう。了解です。が自分の家に帰ったらこれかよ。ならマックナイフだけじゃないんだ。カシーバミコシに横付けになっているのはマスクのガランデンだからな。5、6千体ぐらいはいますよね。いるでしょうね。マスクがカシーバミコシを占領しているんですね。ああ。これをクリムが取り戻そうって言うんですか？すぐ後ろにアメリアの艦隊もついているんだろう。これでしょ。ワンジラも近づいているから、そこからキャピタルアーミーも出てきてカシーバミコシを守るんだ。近くで戦争をやったらカシーバミコシが壊されるよ。戦いそのものをやめさせられませんか？おう、無理です。ドレッド艦隊から出たやつも接近しているんで、お父様にはまだ帰ったという連絡もしていないんですよ。ということなら間に入って仲直りさせましょう。仲直り？もうグーは動いてて、それをどうするかっていう時に。ドニエル！こちら第5ノットのエジンバラの艦艇である。どこの星からやってきた宇宙船であるのか応答せよ。ヘルメスのバラからの使者だと言えばいい。タブー破りになりませんか？地球圏では伝説になっている呼び名だから。無難は無難でしょ。ああ、アメリアの艦隊のモビルスーツ部隊がカシーバミコシを取り返そうとして。どうであれ、ジットラボで建造したものは壊されたくないな。トワサンガから出たドレッド艦隊は高みの見物のようだけど、私たちはここまで来たんだからやることはやりましょうよ。艦長、直進してカシーバミコシにつけられないか？諸女航海で地球なんです。無理を言わないでください。第3ナットのワンジラから出たモビルスーツ部隊はベッカー隊だって。聞こえなくなった。ベッカーってしつっこい軍人でしょ。ウーシアが出てくるんだ。注意はザースガットで。もう慣れましたから任せてください。ノルドさんはジールシュファーですね。ナビをやります。大きいんで助かるんですよ。ジーラッハは形だけで脅かせるから。無茶はしませんよ。怖いから。ポリジットの方々は船からは出ないでください。承知しております。ジーラッハはアルケインの前へは出ないでくださいね。了解です。武器のスペアは出しとけって。リンゴ少尉にライフル10丁用意。勇敢なことで。ジールシファーはアルケインの前へ出ない。了解です。それって逆じゃないの？なぜです？ジールシファーの長距離ビーム砲でまず先端を開くのが手順でしょ。
ああ、そうか。状況に合わせてよろしく。法皇様はガランデンにいらっしゃってくださる方が安全と思えます。いやいや、キャピタルアーミーが第三ナットのワンジラまで軍事基地にしてしまったので気持ち悪いのです。このカシーバミコシをザンクトポルトへ戻せば昔のままになります。そうすれば自分がキャピタルアーミーを解散させてみせます。それはさすがカシーバミコシをアメリア軍から取り返してくださったマスク大尉のお言葉です。ヴィーナスグローブからは2隻の輸送船が送り込まれてきました。これらはトアサンガとキャピタルタワーを助けてくれるでしょう。彼らと協力をするとおっしゃる？はい。接近したアメリアの艦隊から出たモビルスーツの数は普通じゃないぞ。おじけづいたのか？まさかだけどワンジラから出たはずのベッカー隊が遅いのはなぜです？大部隊にしたので手間取ったようなので。そんなの当たり前でしょ。カット C 部隊はアメリアの艦隊に対してバリアを張るんだ。ベッカー機どうぞ。よし、離脱後第一戦速でこれではキャピタルタワーが軍事基地でしょ。軍事基地。あのババアはキャピタルタワーを自分のものだと思っているのか。これほどの数を揃えればあのように言いたくもなります。しかしドレッド艦隊も迫っています。対応できますよ。ヘルメスのバラの設計図を集めていただけましたからな。お下がりください。もうダメですって。ベッカー、ランゲバインのキャノンは絶対にカシーバミコシに向かって撃ってはならんぞ。了解でありますよ。マスクには一生分の菓子を作ってやります。ビッグ、ワンジラから出たモビルスーツの数はかなりのものだぞ。私からは離れるな。どこにいても見ててあげますからご安心を。私はいつまでも貴様の尻を追い回すつもりはない。それは残念。ミノフスキー粒子散布されました。マスクのやつ、手際がいいな。ミノフスキー粒子はカシーバミコシの方向より散布されました。最終データを全モビルスーツに送っておけ。アイーダ、アルペイン、出ます。ジーラッハ、出ます。ラライア、ロレロ、ジールシファー、出ます。ザンスガット、出ます。G セルフ、出ます。もう始まっている。軍人たちはエネルギー源の近くでも戦争をやる。バリアを張る。爆発がバリアになればカシーバミコシに接近できる。ミサイルのスペアをよこせ。横からベッカー隊。ランゲバインの頭は敵に向けるんだ。カシーバミコシにビームを撃つとは罰当たりが。ビッグ、カシーバミコシの上へ行け。分かってますって。ジャハナムの機動せよ。しまった、カシーバミコシを盾にされた。自分も戦ってお守りいたしますから法皇様はご安心ください。銃眼司令といえどもカシーバミコシをアメリア軍に手渡すようなことはいたしません。
このカシーバみこしは人類の宝なのですから。よし何が。心に刻んであります。そこがカシーバみこしが襲われそうなところというわけですよね。ジェールシュファーは反転して一斉射をかけます。反転するの？反転。ジーラッハも一斉射できます。パーフェクトバックパックのフォトントルピードを試すことになるのか。マニュアル通りならカシーバみこしだって消してしまえるらしい。それが科学的性能ってのか。ガランデンはここを離れるんだ。こんなところで死にたくはないだろう。マスク隊員からはまだ連絡がありません。エンジン理解。遅いぞ。本国へ帰るだ。これでカシーバみこしを守れるのでしょうか。エネルギー源は戦い取るものと思っているのでしょう。タブーで守られていたもの。接近戦でも強いのよ。ベッカー隊なのにあの変態クリムニック隊員のジャハナム。ならあれはミック・ジャックか。ミック、カシーバみこしに向かって撃ってはなりません。アイーダ様、姫様、ヴィーナスグローブから帰ってこられたのか。クリム、なんでここでビーム戦などを。大統領命令です。グシオン総監もカシーバみこしを奪い返しに来ています。父がここまで来ている。艦隊の指揮を取っておられます。交代させましょう。無理です。キャピタルアーミーは凶暴になっています。一度は自分がカシーバみこしを占領したからです。戦争を拡大させたのは貴様か。トアサンガのマシンに言われる筋合いはない。アルケインはそんな格好では混戦では危険です。ミック・ジャック、今はこの機体でデータを分析中です。何のデータです？カシーバみこしに最も危険な戦闘区域を示すことです。アイーダさんは予定通りやってください。間違ってもカシーバみこしにライフルを向けるな。うわー、だからって。アーミーは見境がないけど姉さん、前方の戦闘の方が危険。なんだと G セルフ。あれか。どこへ行く。我々の勝手だろう。この車線上の変態を黙らせます。ジールシュファー反転。始まった。ジーラッハだって。あれ、ガランデンが、マスクが、ルイン・リーがいるんだ。みんなでやめないならフォトントルピード使います。いけ。何が起きているんです？目の錯覚か。なんだ。これがフォトントルピード。絶対兵器ですよ。何が起こったんだ。なんかみんな消えたみたい。後続部隊の敵がいなくなった。これがヘルメスのバラの設計図の奥にあったもの。おい、消えたよな。
何か光りましたけど。一度に消えたよな。なんかおかしいです。後発部隊が全部出せ。聞いたことないでしょ。こんなの嘘でしょ。自分でも見たろ。全滅というのではないのか。消滅したというのが分かりません。消えたというのか。絶対兵器だなんて冗談じゃないよ。こんなものは使っちゃならないんだ。ベルリセト、どうした？故障か？ベルリ、どうしました？戦えないのですか？まだ敵はいるんだよ。カシーバミコシを守っているアーミーの動きは危険です。マニーのジーラッハはどうした？まだ両方にかなりの数が残っているんだぞ。クリムとマスクか。どういうことなんです？戦場に穴を開けたものを画像チェックしている。やはり G セルフか。私はマニーアンバサダです。バカめがカシーバを撃ってどうする？なんで出航ができんのだ。いつもの手順通りなんですよ。どれとバイザーをして敵はゲルベス注意。ルア、リンゴ、オリバー、ベルリー。悪魔になって戻ってきたやつ。マスク、焦るな。後ろから来た。人殺しは死ぬ。カシーバのカプセル。そこだろう。人殺し。おじけるんじゃない。おじけるんじゃない。サーベルだって使いよう。なんでないの？通信用のワイヤーが接触回線が使えれば。これだけなのか。カットシーだっているだろう。マックナイフはまだ戦っているのにガランデンは撃つな。ここで爆発したら共倒れになる。カシーバミコシを背中にできたが、 G セルフはどこに行ったんだ。あのジャハナムはクリム。カシーバミコシを背中にしていれば撃っていいんだよ。悪いがキャピタルには触らせないってこと。なめるな。なんとアメリアメ交代です。隊長、残存機はこれだけだってのか。逃げるだけか。人殺せ。下からなら G セルフだけを。貴様こ遅い。だって誘ってやれ。どこに逃げようとも。今のが先に行ったのが G セルフです。マスクのマックナイフ。そうです、マニーアンバサダです。マスク大尉は戦っているのにガランデンは逃げ出すんですか。カシーバミコシの近くにいたら砲撃もできない。なのにルインは。人殺しがカシーバミコシを盾にするとは許せん。接近戦であろうと。僕はマシンを壊している。
モニターが使える。殺人者！マニーのジーラハどこの機体なのだ。ルインは殺させません。私が抱いてるんですから。ベルリになんか殺させないんだから。私がもらっていきます。ルインは僕のことを人殺しだと言って追い回したんだぞ。ものすごく怖かったんだぞ。だからここで G セルフを狙い撃ちにして爆発させるのはたやすいけど、そんなことしたらカシーバミコシを沈めることになる。G セルフキャッチ。マニーはどこに行くんだ。なんかぼーっとしてる。そうみたい。聞こえますね。機体に傷はついていません。あとはよろしくね。任せて。ケルベス注意。クレッセントシップも行動合わせをしてくれています。見えてきましたね。アメリア艦隊へ7人ですけれど、フルムーンシップのことを伝えないといけません。リンゴ少尉、ここは頼む。オリバーさん、ルアンさん、 G セルフにはバックパックを装着させましょう。これです。見えますよね。見えるが、あれが宇宙船なのか。はい、クレッセントシップって言います。もう一隻同型艦がこの軌道上に入りました。よりによってマスクの昔の女がオーシャンリングから10モビルスーツを運び込んだっていう冗談。アメリア艦隊はカシーバミコシを衛星軌道上まで守るだけでキャピタルアーミーには占領をさせない。現在はヴィーナスグローブから来たフルムーンシップの脅威に備えることである。これでいいのだな。はい、詳しいことは後ほど説明いたします。なんで俺こうなっちまったんだろう。あはっ。よくもやってくれたものだ。大きいの。テールカーテン下ろせ。その後ハッチ閉じる。ご苦労だった。ヴィーナスグローブで建造されたなんてマニーの話信じます？フルムーンシップの存在を知れば信じるさ。すいません。すごいものだ。一人なのか。一生懸命練習してましたから一人です。よくも無事で帰ってきてくれた。はい、先輩。ルインディマニーアンバサダー。もう大丈夫だって。話してくれたっていいでしょう。自信を持ってほしいんです。持っているよ。持ち直したよ。ベルがマスクを追い出したおかげでカシーバミコシは感謝しているんだよ。今はアメリアが占領したらまずいんじゃないかって心配しているんだ。フルムーンシップのおかげでアメリアの艦隊はそんなことをやっている暇はないってアイーダさんがお父さんに忠告したみたい。じゃあカシーバミコシは自力でトアサンガへ帰れるんだ。1週間以上かかるみたい。
クレッセントシップ以上にエンジンスタートに時間がかかるんでしょ。総員、フルムーンシップは同じ軌道上にいるんだから、各自の装備のチェックを急げ。ご苦労だったベルリ君。ありがとうございます。クリム注意。とっくに隊員になって大隊の指揮を取っているんだが。隊員、急ぎましょう。ガランデンを追いかけるんでしょ。ベルリー、お疲れ様でした。姉さんこそ。父にはフルムーンシップの対策の必要性を説明しましたけど、こちらはこちらでドレッド艦隊の問題もあります。マスクのガランデンはフルムーンシップに合流しますよ。フルムーンシップはこちらの3すくみの状態が分かっているでしょうから、そう簡単にマスクと手は組まないよね。ドレッド艦隊ってトワサンガ人でヴィーナスグローブには近い人たちなんだよ。そうか、なら手を組むかな。まさかねえ、今はあらゆる可能性を考えないとね。これも警戒のためには必要な行動。マニーのやつ言っちゃってさ。始まったな。はい。このフルムーンシップとキャピタルアーミーはもともとはキャピタルガードだろ。簡単に接触はしたくないわね。新しい軍隊というのは怖いな、艦長。え？ああ、前世紀の歴史ではそう言ってますね。無限という宇宙にいればマシンも僕もただの地域以下の